の場合は糊があるといいかも。もう私これなくなっちゃったミシンは。私はジャッキーのミシン使い始めたのはキルトスペシャルなんですよ。で私前にやったことあったっけ、なんだっけ、揺らぎステッチっていう風にで5ミリぐらい手前。こんにちは、ありがとうございます。そうそう、旅してる時はねインスタライブやらせていただいてたんですけれども、多分この中でも見てくださってた方いらっしゃるかと思います。ありがとうございました。もうあれから3ヶ月ぐらい経ちますよね。なかなか自分を出す勇気がなかったんですけど手芸部申し込みました。マリネさんありがとうございます。今日ちょっとその手芸部に関してですね、少し直接自分の言葉でお伝えしようかなと思って、YouTube の方にも同じようにですね手芸部のお知らせをこういう風にしてご案内っていうか挨拶をしながら紹介したいなと思いますので、ちょっと今回インスタライブをやりながら、多分 YouTube ライブをやるよりインスタライブの方が皆さん質問しやすいんじゃないかなと思って、こちらでライブ配信をやらせていただきました。今日もすごいね暑いですよね。私なんかインスタライブをやる時ってこう部屋をこう見せるので、どうしてもね片付けをしたくなるんですよね。そうするとちょっとね大掃除モードに入っちゃったりしてだいぶ遅くなっちゃいましたでそれでちょっと大汗かいちゃった感じです。ありがとうございます。なのでコメントね今ねだいたいねここからね1メーターは離れてないんですけどくらいで画面の方を直接見れるようにインカメにしてるので、皆さんの質問をしっかり読めるんですよ、ダイレクトに。なのでやりながら質問もどんどん入れていただいて、後でまた読み返すこともできますので遠慮なくですね投稿っていうか、コメントするっていうところに下の欄がありますので、そちらから質問入れていただけたらと思います。あとね多分クエスチョンマークがあるんだよね、そこにも入れられるのかな。ちょっと私そこをね見たことないんですけれども、そのあたりを見ていただけたらいいなと思います。ありがとうございます。じゃあ早速ね、本当は今日ミシンやりながら、ここにねミシンあるので、やりながらもいいかなって思ってるんですよね。で実際ちょっとどんなものをやるのかなっていうところもきっと皆さんすごく気になってるところだと思うのと、あと全然ね作品を発表してないのに皆さんすごい勢いで入部してくださって本当にありがとうございます。もう本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今回ねキットの方を作ってくださる MC さんがもう大変喜んでらっしゃるのと、大変驚いてらっしゃるのと、ちょっと対応の方がちょっとパニックになっちゃってるんで、パニックっていうか数量がねどんどんここからどのぐらい人数が増えるかっていうのが予測つかないので、一回今ですね入部の方はちょっと募集の方を一時停止して、ちょっと在庫の方をちゃんとしっかりその数を揃えられるのかっていうのを今ね調整してくださってるところなんですよ。なので今リンク紹介してるところで飛んでいっても今受付できないような感じにはなってしまってるんですけれども、まさかね4日でこんなことになるとは本当に私も全然想像してなくて、本当にびっくりなんですけど、もう本当にありがたくてですね、もう感謝の気持ちでいっぱいです。もうなんかなんか言っちゃうとインスタとかもあんまりほらコメントとか私のキャプションなんか私のところにコメントをするとみんなねなんかね気を使うみたいで、そうなんちょっと電話が入っちゃった。ちょっと待ってね、ちょっと電話出ていいですか。ちょっと何話してたんだっけ。そうなんか私、おかげさまで本当フォロワー様が今6万人ぐらいいらっしゃって、もうそれもやっぱりマスクをきっかけにフォロワーさんすごく増えたんですけど、やっぱりそこにそういう人のところにコメントを残すっていうのは結構ね勇気がいるみたいで、皆さん DM でコメントをくださるんですよ。そうするとコメントって結構一人がポンって入れると結構そこ目立っちゃったりして、見る人ってコメント欄からそこのアカウントに飛んでいくじゃないですか。それをやっぱりね抵抗ある方が非常に多いみたいで DM の方が本当に多くてですね、もう実際になんか本当今回
募集してどのぐらい集まるのかっていうのは私は本当に予想つかなくて、でオンライン講座とかもやってるのでどうなのかななんて思ってたんですけど、声聞こえてます？大丈夫かな？聞こえてます？ありがとうございます。そうなんでどうかなって思ってたらもう一気にバーってね、本当もうありがたい。なんかもうそれがなんか結構期待されてるのかなっていうふうにちょっと思ってもいるので、やっぱりその期待に、皆様の期待に応えなきゃいけないっていうふうにも思ってます。聞こえてます。ありがとうございます。そうなのでちょっと今回ね動画も撮りながら作品、今回インスタの方でも紹介したんですけど、こちらを、作っていたんですよ。もう実際に撮りながら布合わせから動画の方を撮ってます。ただそれをね全部最初からやるともう見飽きちゃうかなと思うので、ちょっと動画の方は編集を工夫して、もう最初にバッグがもうこのパーツがねこういう風にもうできましたっていうところからスタートして紹介しようと思ってます。で、実際にこの作り方の動画を出すのは本当は9月の最初にしようと思ったんですけど、あんまり早くてもキットが手元にないのにこれができちゃうというか、キットがないのにこれだけ見てもなんか予習はたくさんできると思うけど、なんとなくリアリティがないかなって思っていて、なのでMC さんによるとやっぱ来月の月末ぐらいに発送ということだったので、なんか9月中の、後半ぐらいに紹介できたらいいかなっていうふうに思ってます。で今回ね、ちょっと私なんかやり始めるとちょっと夢中になっちゃって結構細かくなっちゃったんですよこれで。2つね作ったんですけど、何パターンか一応あります。で初心者さんを目安に決めて作ってるんですけど、まず最初に説明してるのがキットのね中身の説明をしますと、まずこういう感じで布耳が30本ぐらい入ったものが届きます。これは通常ですね MC スクエアさん、こちらのね MC スクエアさんで販売されてる、これ見えるのかな、これ逆になっちゃうかな、 MC スクエアさんっていうところで実際布耳販売されていて、あとイベントとかでも販売されているそうです。でこれをですねちょっと私の方の手芸部の方ではちょっとオリジナルで作っていただいて、バッチ購入ありがとうございます。そのバッチシステム私まだよく分かってなかったんですけど、ありがとうございます。なんか耳も種類があってですね、皆さんお手持ちの生地で耳って布の端っこなんですけど、端がこんな風に文字が書かれているのと、あとふさふさしてるタイプのものと、あとはこういう風に平らになってるもの、これの方が多分多いかなと思うんですけど、こういう風になってるので、白地でプリントなのでここでパキッて柄が分かれちゃうものの布耳っていうのが多分ね非常に多いんじゃないかなって思います。で私は普段こういう風になってるのはこの文字の入ってる部分しか使わないので、ほとんどこの辺はもう違う用途で使っちゃうんですね。作品としてはあんまり使わなかったり、端っこまで色がついてたらちょっと使ったりっていう風にして、こういう耳のあるものを特に集めていました。だけど今回、多分そういういい機会になるんじゃないかなと思ったので、私なりに作品の方を考えたのがこちらになります。で意外とですね布耳が4センチぐらい幅がね広くあるんですよ。で結構可愛いこういうロゴが入ってるっていう風になってて、このロゴもやっぱり耳って1メーターの中にこういう風に文字が入ってるのって本当に何箇所かしかないんで、全員に同じものが行き渡るってことはもうないっていうのは多分ご理解いただけるかなと思うんですけど、なんか多分50センチに1個とかっていう感じになってるんですよ。でこれが長さ的にはだいたいね35センチぐらいになってます。
これを基準にできるだけ無駄なく作れるように考えたのがこちらなんですけど、その耳を今回どういうふうに布合わせをしていくかっていうところが多分一番難しいところかなと思うので、それをまず最初に説明をしています。例えばこういう濃い色だけでまず色分けしてみましょうとか、普段布合わせをする時にやるのと同じような感じで紹介をしています。みんなね、どういうのが届くのかわからないので、こういう柄のものとかっていうふうにしちゃうと、それがないとできないって思っちゃうじゃないですか。だけど例えばこうふさふさしたものと合わせましょうとか、色のあるものと合わせましょうみたいな感じにしてるので、多分お手持ちの耳で作っていけるんじゃないかなっていうふうに考えています。でやっぱりちょっとこれね、多分10本ぐらいなんですよ、使ってるの。10本ぐらいで難しいかなってなったら、一番最初に私が耳だけで作ったのがこのバッグになるんですけど、結構これだけで作ると多分印象を見ると可愛いって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私はねちょっとねなんかもう全部が主張しすぎてて、ちょっと持って歩けないかなって思っちゃうんですよね。個人の感想ですよ、本当にあくまでも個人の感想なんですけど、例えば普段布合わせをする時にも、ここが一面柄っていう風になったら、ここはできれば無地を使うとセパレート効果っていうか、どっちも映えるような感じで上品な感じに引き締まった感じになるんですよね。で最初これを作って、どんな風にできるかな、耳だけで作ったらどんな感じかなっていうので、こちらサンプルで作ったんですけど、出来上がったのがこの形になってきたっていうわけなんですね。で今回はストライプの方をキットの中に入れていただきました。でその布耳以外に入るのが、この柄が1枚とストライプが1枚になります。でこの柄もですね、私の方で予算の中でこの中だったらどうでしょうみたいな感じでおっしゃっていただけたので、一応選んだのがこの3柄になります。この3つすごいあんまりね、この辺って言ったらうちなんですけど、うちの方ではあんまりこういう柄扱ってないので、逆にこういうのを探してたりとかする方も多いんじゃないかなと思うので、私の方ではこちらを選びました。でもともとユーワの生地とかが好きなので、もうそういう系統のテイストになっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、なんですよ。なので、ちょっとねこれだけで本当は行く予定だったっていうか、人数にもよるんですけど、それだったので、サンプルの方は1つしかもちろん作ってないんですけど、この水色になってもちょっとベージュっぽい感じのこちらになっても、どれを合わせてもすごくね素敵になりますので、どれが届くのかっていう楽しみにもなるんじゃないかなと思って、こちらの方を皆様にはご了承いただけたらなっていうふうに思ってます。でサイズも結構大きくてですね、広げるとねこんなぐらいあるんですよ。こんな幅、この長さが50センチ、縦50センチで横が30センチなので、これの中でこういう今回のバッグをデザインしたような感じです。今回の初っ端でこの手芸部としてお話しいただいて、でじゃあYouTube で紹介しているものを時々キットにしてショップで販売させていただいてるんですけど、それこそそこまでたくさんの量を個人でやる中で用意ができないっていうのもちょっとそういうもどかしさとかもあった中で今回お話しいただいたので、いい機会かなと思って手芸部にしちゃったんですけど、ちょっとね昭和な感じですけどね昭和って言ってもね、私は昭和じゃないけどね、でも平成っていうより昭和って方がちょっと伝わるかなと思って本当にね手芸部すごい大人気でびっくりだよ。本当ですよね。でもこういうのっていいなって思うのは、やっぱりみんなバラバラな場所に住んでいて、でハンドメイドって
例えば幼稚園とか行ってお母さんとかに知り合いになったりとかすると、話をするのってお子さんの話だったりするけど、なんか映画見てるとか、なんかどっかのライブ行ったみたいな話ってあんまり出ないと思うんだけど、例えばなんか手作りの話だったりとか、ドラマを見たっていう話だったりとかっていう身近なことは話題になると思うんですよね。でそういう時にハンドメイドをしてる人ってちょっとお子様が持ってる手作りのものを見て、この人やるのかなとか、持ち物見てこの人も手作りするのかな、ちょっと声かけてみようみたいな感じでちょっと友達の輪が広がっていくっていうのはあると思うんですけど、ネットの中ってそういうのがないじゃないですか。でなんかきっかけに友達を増やしたいなって思う時に、例えばインスタとかの、コメント欄からどんどん広がっていったらいいかなと思っていて、でそれが今回YouTube とかで今回コメントをねたくさんすごく使っていただきたいなっていうふうに思ってるんですよね。でコメントを使うことで、例えば私が気づかなかったこともあるし、あと自分が聞きたかったことを誰かが聞いてくれてるっていう、オンライン講座とかでは特によくあることなんですけど、そういうのを私が答えられなくても誰かが答えられるっていう状況がどんどん輪になって広がっていくと、すごくネットの中でもいい環境が生まれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で一応コメント YouTube のコメントの方ではみんなが読んでちょっとって思うような内容は一応公開しないようにしてます。誰が読んでもこういう意見もあるんだとか、なんか嫌味な感じがしないことに関しては公開してますけど、なんか違うなっていう意図を感じるときはコメントの方は公開控えたりとかもしてるので、これからもそういうふうにしていく予定なので、皆様が心地よく過ごせるコメント欄も心がけていますので、どんどんねそういうのは扱っていってほしいなと思います。インスタはねもうコメントダイレクトに表示されちゃうんですけど、表示されて、あんまりないですけどね、なんか変なのが入ってたら削除したりとかはしますけど、勧誘ぐらいですかね、インスタで出てくるのってね。そのぐらいかなっていうふうに思うんで、皆さん楽しくやっていただけるといいなっていうふうに思ってます。あとオンライン講座とはオンライン講座と YouTube は全くもう別物だっていうふうに私は思っているので、オンライン講座は本当に上達したい人が習う場所で、 YouTube はいっか、このぐらいでも大丈夫か、楽しめればいいなとか、あと友達に作ってあげたいなとか、孫に作ってあげたいなとか、子供に作ってあげたいなとか、なんか誰かのために作ったりとか、自分の楽しみのためだけに使える動画っていうか、レシピとかそういう場所じゃないかなっていうふうに思ってるので、完全に私は切り分けています。なのでよりねサイズを変えたりとか、こういうところもっとこういうふうに変えたいんだけどっていう質問はちょっと私の方ではお受けしてない感じです。でもっとそういうのをやりたいっていう場合はオンライン講座の方ご受講いただければっていうふうに思ってます。ただ動画もね編集しながらすごい思うんですけど、結局ねやってることあんまり変わんないんですよね。ずっと皆さん聞き取りにくいと思います、私の声。でもねボソボソ言っちゃうのはね、なんかここまで喋っていいのかなっていう気持ちと、でもなんかもうつい普通に出てしまうっていうのと両方あるので、なので結構紛らわしい表現の仕方をしてることがありますね。でも編集でだいぶカットしてますけど、なんかあんまり難しかったり細かすぎてもちょっと楽しめなくなっちゃうじゃないですか。なんかちょっとぐらいいいかなっていう感じで手作りってね本当は楽しむものだと思うので、そっから先は販売とかそういうのを目標にやれると、もっと皆さんも自然に上達していくと思うので、なんかそういう風に私の動画を活用していただいて、それだけで上達される方もいらっしゃると思うので、皆様のお役に立てればもう本当これ幸いという風に思ってます。
そうなんです。さあじゃあそろそろコメントをですね見ていきたいですね。ちょっとねサブアカの方で見てたので、ちょっともしコメント届いてるのかな、どうだろう、みんなどうですかね、コメントあるかな。もうね本当に最初の頃夜やってたんですね、インスタライブ。コロナになってからインスタライブやるようになったじゃないですか。もうねあれから本当に大人の視力がどんどん進行しちゃって、私目ちょっと変な格好してたらごめんなさいね見えないんですよ、文字がちょっと本当にやばいよね。もうねどうしたらいいんでしょうか。たまになんかこう親指で5秒ずつこうやって見るっていうのもなんか YouTube とかで教えてもらってやったりしてるんですけど、なかなかねもうねしょうがないって思って諦めてるんですけど、でも旅行行く時はね一応持っていきましたよ、大人のメガネでも使うことなかったなっていうのはちょっと必要なかっただけなんですけど、必要あったら使うよね。なんか文字書いてくださいって言うと最近持ってきてないっていうふうに思っちゃいますもんね。ダメだなこれ本当に。大丈夫かな。なんか皆さんコメントねゆっくりいたビンティン10183さん見えてますよこんにちは、手芸部入部し損ねてますだって。まだ大丈夫だと思います。大丈夫、とりあえず準備してくださると思うのでやばい。チョッパーさん06293さん入りたかった、ありがとうございます。大丈夫、過去形にしないで、まだ現在進行形まだ4日しか経ってないですからね、募集して。大丈夫よ、まだまだ入れますよ。あと今回のキットっていうのはサブスクにちょっと似てはいるんですけど、毎月課金されていくわけではないので、キットが届いた時点でお支払いっていう風にするんですよね。だから無理なく続いていくんじゃないかなっていう風に思ってるんですよ。っていうのも私のペースでやるので、私はもうそこまで毎月はやっぱりやれないですからね。であといい生地に出会わないといいキットはやっぱりできないし、なんかやっぱりあんまり使いたくない生地とかでこうなんかやっつけでやるキットっていうのも私は絶対やりたくないので、全部作品に出てきちゃうので、本当にやりたいなっていう生地が出てきた時にやれたらいいなって思うので、本当にねゆるい部活だと思っていただければと思いますだからもう幽霊部員になるかもしれない、私がなっちゃいけないけどね、いや幽霊部長みたいななるかもしれないですよ本当に、なんかそんな感じでね気楽に始めてもらえればいいな。しかもキットの価格も1430円なんで、ランチ、お昼のランチ1回分ぐらいっていう風に思っていただければ、一緒にみんなでランチしてるって思えば結構楽しいかもしれない。であと誰かが作ってればね私も作るみたいな感じになって、こうコメント欄が結構盛り上がっていけばいいし、あと皆さんが作ったものを写真とか投稿していただければ、私がそれをちょっと使わせていただいてショート動画の方に上げるとかっていうのもなんかきっと楽しいかなって思うんですよね。なんかそれこそ私がやってる分には何も縛りがないので、例えば教室とかでやるとなんか教室の著作権じゃないけどなんかやっぱり名前使ったりするとちょっと宣伝っぽくもなっちゃうんで、そういうのではないから、なんか気軽かななんていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。何が欲しいのかな。こんにちは、入部しました T ミカさん、ありがとうございます。 T ミカ01さん、ありがとうございます。楽しみです。カノンさん、届くの楽しみ、ありがとうございます。なんか私あんまりこうやって顔出すのってすごい私珍しいって多分普段見てくださってる方思うと思います。私めったに顔出さないんですごい顔コンプレックスが激しいのであんまりね出さないんですけど、
なんかそれこそね、もう言っちゃうと50になったんですよね、私も。でもうなんかそういうこだわりはもうなくしてもいいのかなとか思って、もうなんか年相の自分の顔を恥ずかしげもなく出せればいいのかなっていうふうにちょっと思うようになって、でなんか YouTube もそれをきっかけに顔を出すようにしたんですよ。で娘も結構こんな感じでやってて、すごいなと思って、ごめんなさい、肘ついちゃったそうね、私のね娘ね、娘の話あんまりしちゃいけないね。お疲れ様、暑いから気をつけてね、手芸部すごい大好きでびっくりだよ、ありがとう。大人気でびっくり、ありがとうございます。小麦ちゃん入りやすかったです。学生の時に手芸部に入りたかったから入部できて嬉しい。七色さん、7716ありがとうございます。なんかね、手芸部いいですよね。私の学生の時もありました。アーカイブ残してください。菜の花ムーンさん、日曜日までアーカイブ残そうと思います。ピロミクさん、こんにちは、ありがとうございます。そんな感じで大丈夫かな。今何人ぐらい入部されましたか。今止めちゃったんですけど、293名っておっしゃってたかな。もうなんか300名近いっていう風に言ってくださってて、ただ皆さん結構質問されてたんだけど、申し込みをすると自動メールっていうのが届くそうなんですけど、それがね結構迷惑メールに振り分けられちゃってて、届いてないからちょっと心配になって不安になって何度か申し込みをされてる方がいらっしゃるみたいなので、その重複分を考えるともうちょっと少なくなるかなっていうところだと思います。でも私目標ね、最初本当100だったんですけど、でも50人入ってくれたら本当にいいなって思ってたので、でも人数はね多ければ多いほど楽しいですからね。これからの手芸部の活動すごく楽しみです。Tミカさんありがとうございます。オンタイムで参加できないときはコメント見れますか。手芸部迷っていると締め切ってましたね。なおマイタイムさん、そうね、オンタイムで参加できないってことはないんですよ。これオンライン講座ではないので YouTube で配信しますので、キットがない人ももちろん見て作ることができるから、とりあえず自分の家の生地で作ってみようっていうのももちろん OK です。なので全部公開していきますので、ただキットがあると、同じものが作りやすいのと材料が揃ってる、探さなくていいで、見本と似たようなものが作れるっていうのが結構メリットだと思います。だから自宅のあるもので近いものでやられるのはもちろん全然 OK だと思います。はい、なんかやっぱり好きな生地で作りたいっていう方もいらっしゃると思うのと、あと別になんかあんま可愛いと思わないっていう方もいらっしゃると思うので、実際に分かんないけどいるかもしれないじゃないですか。でこれをね、例えばあれなの、この布耳じゃなくてこうやってるとね、結構これだけでも可愛いんですよ。こうやって普通に可愛くないですか。ほら、こんなバッグでもいいんですよ。だからバッグの作り方として動画を見ていただいてもいいと思います。なんかこうやって布耳あるとこれで作んなきゃいけないって思っちゃうかもしれないけど、形のヒントになると思います。もう三角待ちがついてたりするんで。でオンライン講座とかでやるとね、こういうのがだいたい1時間とか2時間とかっていうのを全部フルタイムでやるんですけど、 YouTube だと今私が話したり、あと余談とかもうベラベラ喋ってるので20分ぐらいかかっちゃうんですけど、なんかパパッとやれれば、やれる人はサクッとやれると思います。で一応YouTube で紹介してるレシピの方は商用可能にしてますので、ハンドメイドサイトとかで作って販売とかして、生地の著作権とかは気をつけていただきたいんですけど、それをやればもうキット代とかはすぐ元取れるんじゃないかなっていうふうに思いますよ。でなんか上手くなるにはね、もうずーっと同じものを作り続けるってやるともうどんどん上達しますんで、そこからもうああしようこうしようみたいなプラスアルファしてアレンジしていくとどんどんね上達していくと思いますんで、
はい。でなのでオンタイムで参加できない時はコメント見れますかって言うんですけど、ライブではないので YouTube の方でコメントはいつでも受け付けています。はい、はい、布を見るだけでワクワクするのでキットが届くの楽しみです。もちろん作るのも。ミカリン172428さん、ありがとうございます。なんかラジオみたいじゃないですかこれなんかラジオみたい、マイクがあって面白い。小麦ちゃん、なんだ、あ、今飛んでっちゃった。どこだ、なんかあれ、コメントまたちょっと、そう、リアルタイム参加は難しそうです。リアルタイムに参加しなくていいと思いますよ。でもなんかやってみたいなと思ってるのは YouTube ってプレミアム放送っていうのがあって、そこに公開する時にみんながこう待機してて同時に見るっていうことができるんですよね。それはなんかやってみたいなと思ってます。そうするとチャットでお話できるし、で私も一緒に参加すればここどうなんですか、なんですかっていう、まだ手元にないけどちょっとその場で質問もできるけど、でも実際にね作ってみないと質問って出てこないもんなんで、なんかそこは流し見な感じでいいのかなと思ってます。何度もね見れますからね、私のチャンネルがバーンされない限り、余計なことしなければ大丈夫だと思いますけど。はい、カノンさん、ハンドメイドするタイミングが作れて嬉しいです。ありがとうございます。中学高校で手芸部に入りたかったから入部できて嬉しい。これさっき読んだような気がするんだけど、手芸部学生に戻った気分。カノンさん、ありがとうございます。まだ入れる？まだ入れますよ。入れます。部長がいてそっか、私部長になるのか。そうだった、考えてなかった。揃えていた方がいいものはありますか？すごいいい質問。七色さん、そうね、揃えといた方がいいものね、布耳の場合は糊があるといいかも。もう私これなくなっちゃった。この仮止め用の糊、仮止め用の糊見ます？なんか YouTuber みたい、こうやってこうなんか糊、これソーラインさんのなんですけど、別にソーラインさんのじゃなくても何でもいいんですけど、仮止め用の糊があるといいかなと思います。はい、コロコロオープナー、昨日リールの方にもあげたんですけど、これはあるといいかもしれない。あんまりアイロンを使わずにやりたいんですね。なんでかっていうと、アイロンでやるとぺったんこになっちゃうんですよ。こういうなんかこう布耳ってちょっと風合いがいいので、なんかこうちょっとしなしなってなってる感じのまま仕上げていく方が可愛いかなって思うのと、接着芯とかも使わないので、アイロンは使わずにこういうのでこうなんか折ったりとかするのもこれ使っていくといいかなと思います。なんか動画ではアイロン使ったりとかしてますけど、こういうのをどんどんね道具活かしていただけたらと思います。ゆるい方が逆に迷ってる友達にもおすすめしやすくなります。ピロミックさん、ありがとうございます。もうゆるゆるですよ。中高運動部だったよ。手芸部って女の子らしいね。米焼さん、ありがとう。こみちゃん、ありがとう。ベースも金額もありがたいです。ペースか。ペースも金額もありがたいです。ありがとうございます。ともレインさん、多分ね23ヶ月に1回なんで、多分3ヶ月に1回とかになるんじゃないかなと思います。だいぶ空きますねそう、入部したいです。テイシーさん、ありがとうございます。ぜひ入部ご検討ください。週明けにはお知らせできると思います。こんにちは、届くの楽しみに待ってます。ちえこさん、ありがとうございます。年々綺麗になってる。これ私、ありがとう、こむぎちゃん違うんだよ、これ多分ね今ねライトも当ててるけど見えないだけよ。もうね大変よ、もう本当に、ダメ、もう年齢的にもうなんかここに線が入って、なんかよくツリーっていうじゃないですか。ここ入ってここ入ってここ入って、なんか大変。娘小学校も中学も手芸部です。そうなんだ、娘さんやるんですね。お母さんのこと見てるんだろうな。再開するといいな。再開します。
ヤムさんありがとうございます。あとは大丈夫そうだなあ。ガッちゃんありがとう、見てくれて嬉しい。コメントの質問お答えありがとうございます。猪俣さんのセレクトの布耳キットありがとうございます。なおマイタイムさん、やっぱりユンユン先生のお顔見て声聞くと安心するわ。ありがとうこむぎちゃん、先生だって先生なんだよね。あ、そう、コロコロ便利ですよね、みかりんさん。そうなのよ。コメントの質問のお答えありがとうございます。猪俣さんのセレクトの布耳もキットに含まれるんですよね。それであのお値段ですか。そうなんですよ、すごいよね。そうなの、あれだから多分布耳を組み合わせてくれてるんだと思います。最初はこう仕入れていっぱい来たのを全部こう振り分けて、で30本入ってるってことはこれ10本ぐらいでやれるんですけど、やっぱそのぐらい量がないと色を分けたりとか選ぶ楽しみとかもないじゃないですか。で余ったらまたなんか違うものにやれたりとかするので、まあこれもねちょっと試作で作ってたんですけど、なんか斜めに入れて、今公開中の雫巾着、最初ねそれにしようかなと思ったんですよ。でも紐も作んなきゃいけないし、あとちょっと布耳だけでやると、裏地ももうちょっとしっかりしなきゃいけないし、でちょっと柄もどんなの届くか分かんないから無地がないので、ちょっとあんま可愛いのできるか自信なかったので、ちょっと今回はこちらはなしにしたんですけど、余ってる布耳と皆さんがお手持ちの生地を組み合わせれば雫巾着のこの斜めのラインっていうのが作れると思うんですよね。もう非常に作りやすいんじゃないかなって思ってて、書籍の方にも載ってるし YouTube の方でも紹介してるので、よかったらそれも参考にしていただけたらと思います。だからお値段がねかなりいいよね。キルトスペシャルが来週届くので入部したいなと思います。あら、キルトスペシャルいいですよ。ミシンも私は重機のミシン使い始めたのはキルトスペシャルなんですよ。今まだ押し入れに眠ってますけどね。自宅ワークショップをいつか再開するか分かんないですけど、やってた時に結構ミシンも台数揃えたんで、使ってないミシンもねまだあったりして、ちょっともったいないな、生かしたいなって思うんですけど、ミシン本当に優秀なのでぜひ使いこなしてください。もう厚地とかもたくさん縫えるし、半分もね縫えるからね、ナイスなセレクトだと思います。先生のご旅行のインスタライブとても興味深かったです。まさか手芸部ができて入部できるとはとても楽しみです。ミロンさんありがとうございます。もしねわからないことがあったら質問できるんですかっていう質問が来たんですけど、わからないことがあったら YouTube のコメント欄で受け付けます。だからインスタの方のコメントではなくて YouTube のコメントにしてほしいです。それなんでかっていうと、見てる人が同じだから。質問してる、さっきも言ったけど質問したいことが同じになったりとかもするので、もうこれはYouTube の方でお願いしたいなっていうふうに思ってます。で多分キットの時に皆様にお手紙をつけようかなって思ってるので、ちょっと前髪が鏡にしながらまたやっちゃうちょっと乱れてない私の前髪。どうでもいいですよね。そうなのでお手紙の方にも書こうかなと思ってるんですけど、インスタよりちゃんと YouTube にちゃんと分けたいなと思うので、コメントの方 YouTube の方にお願いできればっていうふうに思います。ありがとうございます。あとはご質問の方は大丈夫そうですかね。でちょっとね一回ここでねやってみようかなと思うんですけど、どんな風にやるのかをやってみようと思ってます。でこれね書籍とかで見せてるようにこう土台布っていうのがあって、土台布に布耳をつけるやり方を紹介してるんですけど、今回届く布耳って結構しっかりしてるし、布耳だけで作れるんですよ。だから土台布は必要ないので、そのままやっていく方法でちょっと紹介していきますね。こんだけね細かくなっちゃうとちょっと今紹介するの大変なんで、ちょっとお水飲みます。
暑いね、この時間になっても。ものすごい青空ですよ、外。すごいな、外。あ、そうそう、その前にあれだ、こうもしね、クラブじゃない、部活のことでご質問あったら、ここに問い合わせ、反転しちゃってるけど電話メールが苦手な人はもうフリーダイヤルでかけていただければと思います。これ見えるかな、見えないか。で YouTube の方は概要欄の方に貼っておきますので、こちらを見てください。そう、フリーコールで電話代かかんないから、どっからかけても。なのでMC スクエアさんに直接電話で問い合わせた方が一番解決しますんで、私に問い合わせても私が答えられるのは作品に関してだけなので、キットとかに関しては全部お任せしてますので、こちらにお願いします。で今ねいつもねYouTube でちょっとタグを見せてるじゃないですか。これ今ないかな、なんかねおまけつけたいなと思って、こんなに集まると本当に思ってなかったんで、生地だけでもいいなって思ったんですけど、やっぱりなんか作ってるとここになんかつけたくなったりするんですよ。私なんかよくここにこうやって黒いのをつけたりするんですけど、なんかねタグつけたいなっていうふうに思ってるんで、タグを勝手に送りつけちゃうかもしれないです。これはもう私のプレゼントにしてもいいなって思ってるんで、なんかそういう風にやれてもいいなって思ってます。なんかそんなところですかね。はい。じゃあちょっと実際にちょっと布耳でね、じゃあ一番最初の処方編としてどんな風に縫っていくのかっていうのを紹介ねしてみたいと思います。ちょっと今日逆方向からでごめんなさいね。職業用なんだけど。これ私今何分ぐらい喋ってるんだろう。もうさ、早くミシンやってよって思われてるかもしれないね。もうでもだんだん暗くなってくるからね、もうなんか日も短くなってきたし、少しずつね。じゃあね、もうね結構ねすごいいろんなの届くんですよ、本当に。多分MC さんがキット組む時はこれが何色だどうのっていうふうには選ばないので、ここの文字が5個6個ありました、これバンってやって、こういうのがありました、はいって感じでこう集めるので、何が届くのかわからないから、皆さんももう楽しみにしながら楽しみにしていただけたらと思います。結構いろんなのあるんですよ、面白い。こういうのとかあって、なんかこうイラストが描いてあるので、こういうのをこの白い部分ってなくせば普通の生地みたいに見えるんですよ。こうやってやるともう完全にこれだけで出来上がるアクセント布になるんですね。無地とかでこういう使い方もできちゃう。こうなんかポーチとかね作る時にこういう使い方もできちゃうんで、布耳って本当にこの幅広の場合は結構いろいろ使えるなっていうふうに思います。じゃあ実際にねつなげ方なんですけど、どこやろうかな。これ茶色のね糸に変えた方がいいので、糸だけ変えます。あ、そう用意した方がいいもの、糸がありました。糸はねこういうこれ職業用だからあれだけど、何色でもいいんだけど、ちょっと濃いめのブラウン、濃くなくていいか、抹茶色じゃなくてもいいんだけど、抹茶とこれはちょっとグレー味がかかった茶色になってますけど、番号もねお伝えできると思います。何番だったかな、何番だったかな、ちょっと待って、今わかるかな。分かんなかったら概要欄の方に概要欄とかコメント欄に入れておきます。そう、ちょっとこんな感じの淡い系だったと思う。シャッペスパンの番号だったらお伝えできるので、でも別にそれじゃなきゃいけないってことはないから、お手持ちの
ミシン糸で茶色とかあればいいかな。ただ黒はねちょっと色が濃すぎちゃったりするので、黒とか赤とかは使わない方がいいかなっていうふうに思います。針に糸が通るんでしょうかもうやだ、もうこの時間見えないのよどうする？嫌になっちゃう。ちょっとライトに今上げてるんだけど下に下げていいですか明るくしないと見えないの。みんな一緒でしょ。こんな感じ。あ、見えた。もうこれで大丈夫。これね大活躍。これナイトで、この濃い色を上糸にする場合は下糸は白だとポツ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 目立っちゃうので、できるだけ色を合わせるか濃いめの色を合わせるといいですよ。あれ私前にやったことあったっけ？なんだっけ、揺らぎステッチっていう風に本の中ではね紹介されてますけど、本ってあれですよ、布耳の本。この本です。この本のここのステッチをなんか揺らぎステッチっていう風に表現してくださってて、そういう言い方があるんだっていう風に思ったんだよね。多分なんかどっかにそうやって書いてあった気がする、多分ね。でこれをちょっとどういう風にやるのかっていうのも今回これを作るにあたり結構しっかり動画撮ってますんで、後半の方までゆっくり見ていただければ分かるような感じで、編集の方を構成していこうと思ってますね。はい、さあじゃあ、1個ねやっていきますね。じゃあまずどうしようかな。じゃあこれとこの文字がない方にこうやって耳をプラスしていく。こんな感じで合わせてみたいと思います。これはなんで今急にここでこれにしようって思ったかっていうと、この地の色があるじゃないですか。真っ白っていうよりはちょっと濃いめのこれ、グリーンなんですけど、グリーンっていうかちょっと淡い感じか、淡いミントグリーンみたいな感じなんですけど、それでここに白地の耳が入ってます。でここにこれから茶色のステッチが入っていくって感じですね。でこれをやるとですね、で重ねる時はね、これ結構バランス的に言うとこういう風にやってもいいし、ここまで広く見せてもいいかなっていう感じ。これね好みで使い分けていくんですけど、今回この裏に重なった部分は切らずにそのまま合わせてるので、結構ねここね厚みが出てるんですよ。その厚みも接着芯を貼らない代わりに結構しっかりした仕立てになってるので、何センチで重ねるというよりはこのどのぐらい見せたいかっていうところで決めていく。ただあんまりこう重なりが1センチとかになっちゃうと裏がちょっと薄くなりすぎちゃうので、2センチぐらい重ねたらいいんじゃないかなっていうふうには思います。特にね決めてはないので、普段はね1.5 センチ重ねるようにしてます。でこういう本とかになるともうすごく細かいの何本も使うので、結構重なりはこの部分見える部分は7ミリとかそのぐらいの幅になってるんですよね。そうなんです。だいぶねなんかちょっと暗くなってきたね部屋が。なんか1本ちょっと縫って終わりにしようかな。じゃあそんなところでこうやって縫うんですけど、その時に仮留めの糊、この糊を使ってここで留めていくんですよ。こうやって待ち針とかを使わずにこれで留めていくっていう、待ち針全然使わないわけじゃないけど、ちょっと数箇所留めてこれで糊でつけていくっていうやり方になります。でこの仮留め用の糊、これソーラインさんの糊は青いんですけど、針で刺しても
大丈夫っていうことで、あと洗濯すれば落ちるって言ったかな、まあ、洗濯はしないけどそのまま青いけど乾けば透明になっていくようなのりになってます。で、実際に縫っていくとですね、縫う箇所はだいたいこのふさふさなやつの場合はだいたいそのふさふさから際2ミリぐらいのところを目指して縫う。で最初はねまっすぐ縫うんですよ。これ見えてます？どうだろう、見えてるかな、ちょっと下げるか、見えてますかね、大丈夫かな、うん、でまずねまっすぐ縫っていきますね。まっすぐにここを縫うんだけど、これみんな多分ね最初分かんなくて、最初ゆっくりこうやって縫うと思います。ちょっとなんか変な音するね。で、ミシン目の縫い目の長さは今ね 2.8 ぐらいで、ちょっとだけ幅広にしてます。で細かく設定できない場合はそうね 3.0 でもいいと思います。これの場合はミシン目は細かく、これ細かくやっちゃ 2.4 でやっちゃってるけど、でもそのぐらいでいいかなと思います。でまあダーッとこれね何本もあるからやってるうちにだんだん乗ってくるんですけど、最初1本はまっすぐ縫っていきます。まず普通のスピードで縫いますよね。ちょっと最後まで縫いますね。で縫ったら5ミリぐらい手前で止まるんですね。針を止めて、で押さえ上げます。で上げたらそのままねこうひっくり返して U ターンします。U ターンしたらどうしようか、これでも見えないけどちょっと私の手の動きを見てもらえます。見えるかな、見える？なんかこれで最初はねこうまっすぐ縫っていくところを、今度はこの縫い目に合わせてこうちょっとこう揺らぐんですよ。それこそ名前の通り言う通りにこう揺らいでいく。難しいね日本語って。でそれをこうちょっと離れたりっていうのをやっていく。難しい。なんとも表現のしようがない。でこれをねゆっくりこうやってゆっくりやる方いらっしゃると思うんですけど、ゆっくりやっちゃダメなんですよ。これ勢いつけてダーって縫うのが結構ポイントです。でそうすると自分が意図しない方向に行ったりとかするんですけど、それもステッチの魅力になりますので、結構スピードを上げて縫っていきます。このぐらいいっちゃっていいんですよ。結構スピード出ましたよね。そうするとまあなんか今ねこんな感じで出来上がってます。見えるかな。これちょっと細めに作ってる感じにはなってますけど、こういう風にできてって、次もう一本ね、今度もう一回また説明していきますんで、今度は端はこの布の端にしてほしいので、次ここまでヒラヒラしてる部分に何を足していくかっていうと、この生地が厚みはこの幅があるので、ここにこうやってそのまま縫い代を1センチとかにして重ねて開くということもできるんですよね。こういうふうに。それが最初に作ってたこのバッグがその作り方でやってるんです。なのでそういうやり方もできるので、今度はこのヒラヒラしてる側にもう1枚足していきます。でその時にね、例えばこの黒い生地に濃い生地をこう重ねてもなんかパッとしなくないですか、同化しちゃって。だったらこの黒い生地がよりよく見えるように、例えば白いものを重ねてみる。でもこれだとちょっとピンクが強いかなってなるので、そうしたらまた違う白地のものを合わせてみるっていう風にこう変えていくんですよ。少しずつその持ってる布耳で。それがこういうふさふさの耳であれば
こういうこともできるっていうことになります。わかるかな。なんかちょっとほんと説明ね難しいよね。例えばねこういうふうにすると、このぐらいのね水色とかこうパステル系だったらそんなにこう黒と隣り合わせになっても悪くないんじゃないかなっていうふうに思います。でこういうふうになった時はここで合わせていくので、今度は端を耳にしておくとほつれがないですよね。そしたらこの端同士をこれを重ねてここを縫っていきます。これはね普通に縫います。普通に縫うっていうか、7ミリぐらいでじゃあ縫いましょうか。でまっすぐ直線を縫う時はこの針基板っていうのを見るといいですよ。で長いものを縫う時ほどこうマスキングテープを使うと、まっすぐ縫うのが苦手な人とかはすごくねまっすぐ綺麗に縫えてくるので、ぜひ使ってみてください。でこれは返し縫いをして進めていきます。これが本当初歩的な今回のねこの布耳に関してはこのやり方でやると、ここでもう縫い合わせてるのでこう開けば綺麗な状態になって、ほつれが気になる人とかはねこういう風にできるんですよ。そしたら今度はどこにステッチを入れるかっていうと、この水色のこの部分に縫い代を肩倒しにしていきます。開かないで肩倒しにするの。そうしたら縫えるんだけど、この状態だとまだふわっとしてるので、それをこれコロコロオープナーってもうそのまんまなんだけど、ほんとコロコロしてるよ。コロコロこれね本当にね舐めちゃいけないぐらい大活躍。もうでこれでしっかりと押さえていくんですよ。見えてます？手元ちょっとコメントで見えなくなっちゃうかもしれないけど、アーカイブだとコメント消えるので見やすくなるかなと思います。これでしっかりと倒しておくと、アイロンとかかけないで全部もう座りっぱなしでできるっていうね、すごい横着ができちゃうんだけど、こういう風にしてやります。そうすると見て、こんなに平らになるの。ほらすごくないですかね。こういう風に使えるコロコロオープナーがあるので、なんかこう縫い代を合わせたり倒したりっていう時はさっきみたいなの道具を使うといいかなと思います。でここでまた際のステッチを入れていきます。でこの際のステッチの入れ方はさっきと同じなんだけど、今度この際から怖かったら2ミリぐらいでも大丈夫。でも 1.5 ミリぐらいを目指してまずまっすぐ縫っていきます。で私なんかはもう慣れちゃってるんで最初からふにゃふにゃやるんだけど、今ね教え方としてはその方法が一番やりやすいかなと思っていて、まずはまっすぐ縫って、その後でダーって縫っていく方が結構味のあるステッチになってきます。なので最初はちょっとまっすぐ、でもちょっと歪んじゃったもありなんですよ。なのでまっすぐ縫おうかなっていう感じで縫っていけばいい。なんかちょっと曲がっちゃってもいいかなぐらいでやれるのが、これは結構楽しいステッチのやり方になってます。で5ミリぐらい手前に来たらまたこうくるっと回して、今この状態で縫えてるところですね。こんな風に縫えてるので、そしたらまた揺らいでいくんですけど、その時に今まっすぐ縫ってるところでこの縫い代ちょっと曲がっちゃったっていうところをまっすぐするような感じで、そこだけこう合わせていくとこう自然とこうふわっていう感じにふわってなってきます。日本語難しい。そうでちょっとそうやってやってみてください。で結構ねスピードは速い方がいい。そうするとさっきよりちょっと大きくできたかな。どうです？
こんな感じでちょっとこう島ができるような感じ、ちょっと島こうなんかちょっと開いたような感じのができるようなステッチになってます。なんか一本にも見えるけどね、一本につながっちゃってもいいんですよ。なんかここはね、あんま別に特にルールはないので、なんかなんて言えばいいんだろうね。これも模様の一部みたいな感じですね。縫って際をきれいにするんじゃなくて、模様の一部だと思えばもう遊びのステッチみたいな感じ。それついでに違うな、どっちって言えばいいんだろうな。縫い代きれいに倒れるじゃないですか。縫い代もきれいに倒れるけど、ちょっと模様も自分で入れてみようみたいな感じのが、今回のこの揺らぎステッチっていう風に名付けてるような感じになります。もう分かります？私なんかちょっとこういう説明あんまりダメかもしんないちょっと縫ってみましたけどどうでしょうね。こういうのを繰り返しながらやっていくと出来上がってくるんですね。こうやってなんかやりながらでもなんか可愛いのができてきてると思いません？だって別にこういうバッグじゃなくったってこれができたら、例えばね、これ兵隊さんいるけどこういう形のなんかちっちゃいファスナーつけたらちっちゃいコインケースができちゃうって思いません？なんかそういう風になんか作りながらなんか可愛いってなっていくのが楽しい、その布耳のね魅力なんですよね。だから私ね、なかなかこれ決まんなかったんですよ、この形。本当にそうやって遊んじゃうから、なんかそういう風にして楽しんでいただけたらいいなって思います。伝わってます？ありがとうございます。マッピーさんありがとうございます。そんな感じですかね。結構多分私すごい長くやってますね。そんな風にして楽しんでいただけたらと思います。これ YouTube 出せんのかな？うまく編集できるか自信ないんですけど。揺らぎステッチ楽しそう。30種類の布を部員たちがどれを選ぶか楽しみね。本当にそうね。おんぎちゃんありがとう。いや本当にそうで、なんか余った生地でもできるし、これ何もボタンとかもつけてないからボタンつけてもいいし、それこそタグをねつけてもいいかなと思います。アーカイブね、日曜日まで残そうと思ってます。多分全く同じものが YouTube で紹介できると思うので YouTube 見てもらえればなと思うので、 YouTube だとね結構広く出してるし、今反転しちゃってるんですよね、インカメで撮ってるから。なのでもうちょっと見やすくなるんじゃないかなと思ってます。1枚布耳が落ちてますよ。どこ？どれ？何？何？どこに？これですか？どれのこと言ってんの？わかんない。1枚っていうかこれ全部耳だからさ、どうしよう。どれ？ちょっとドキドキしちゃったすいません本当に。あとね、ちょっとついでにお話ししたいことね、いろいろあるんだよね。どうしようかな。言うべきか言っていいのかな、わかんないんだけど、どうしよう。あと大丈夫ですかね。もう質問ないかな。これに床に本当だ、すごいすごいね。いつ見たのこれなんでわかんの？どこ？カメラに映ってないですよね。なんでわかったの？すごい。何？すごいんだけどこれ七色さんどこ？すごい。ちょっと待って、揺らしちゃってごめんなさい。七色さんすごい。これのことか。落ちてた。本当にびっくりした。すごいね。すごい観察力、素晴らしい。そうなんだ恥ずかしい。もうでも今日掃除したから大丈夫。綺麗になってるはず。もうほこりすっごいんですよ。この間冬物もやってたんだけど、とにかくね、塵とほこりがもう大変。ミシンとかね制作してるともうその都度掃除しないと大変です。もう久しぶりに部屋きれいになった気がします。ありがとうございます。あと大丈夫かな。
質問がもしあれば、受け付けますけど、なんか違う話しようかなと思います。どうですか？なんかあとそうね、週末その動画がね無事に配信できたら、なんか今度作ってみたいなって思うものとかリクエストもらえるといいなと思います。なんかそれに合わせて良い初回はねこの布耳とさっき言ったこのストライプとこの生地をセットにするんですけど、基本はこのカットクロスがもう1枚3枚つくっていう感じで、できればね私は布製を主軸にしていきたいなと思うので、皆さんがいつもこう探されてどういう布選びをしたらいいのかわからないっていう質問を本当に多くいただくので、こちらで組み合わせたおすすめの生地としてキットにしていけたらいいなって思ってますんで、基本はそれでやるので、なんかファスナーがついたりとかどうなんだろうね、今後ねあるのかな、わかんないけど、なんかその予算がもう金額が決まってるので、その中でできる範囲にはなるかなっては思いますけどね。なんかファスナーとかもねできたらいいかなと思うし、なんかフラップのあるものとかできたらいいなとも思ってます。なんか結構3枚あればこのぐらいのサイズだったらほんとちゃんとしたトートとかもできちゃうから、なんかいいなと思っています。今回ですねストーリーの方では紹介してるんですけど、こういう巾着をですね作るワークショップを、することになりました。ワークショップ講師として実際に教える立場になるこのイベントにお招きいただいて、こちらをですね一緒に作ることになりました。でまだ募集とかどういう風になるのかまだ決まってないのかな。でももうね結構すぐなんですよね。来月の中旬なので、私は9月の16日だけ講師をして、でその時だけミシンが出るのかな。で重機の EX7 をお借りしてワークショップの方をやりますので、ミシンの体験にもなるし、ちょっとこういう歯切れを使ったこの同じようにこの揺らぎステッチ、こういうステッチを入れた実際にこう作る小物として三角マチもあるしっていうのを紹介しています。これもねホビーショーでキットを作った時の余り生地を以前ねオンラインショップの方で販売させていただいた時に余ってる生地をそのまま皆様におまけとしてお裾分けしたんですけど、それでもまだ余っていて、それが今回のワークショップのキットになったので、なんか結構無駄なく全部使い切れたなっていうところと、あと耳もねしっかり入ってるので、なんかすごい楽しんでいただけるんじゃないかなっていうふうに思ってます。でこれも来月 YouTube の多分来月 YouTube の方にも紹介して、あとこちらキットの方もう作ってます。でキットもね結構準備できたんで30個ぐらいは並べられると思うので、オンラインショップの方もまたねチェックしていただけたら嬉しいなと思います。だいたいストーリー見てればリンク貼ってたりとかするのでチェックしてもらえればいいなっていうふうに思います。最近なんかブログよりストーリーの方が早いような気もしますけど、なんかメルマガでもお知らせするけどメルマガは結構直前になることが、多いので、きっとねご希望の方はちょっと気にかけて見ていただけたらいいなっていうふうに思います。こんなね3種類準備してますね。そろそろ写真も撮ったので紹介したいんだけど、ここでワークショップやりますっていう紹介ページがまだ出来上がってないそうなんで、まだ紹介できるかなっていうところなんですけど、それが出来上がったらまた改めて紹介したいと思います。でこういうね、さっき言ってたタブってこういうの、このくまさんのタブ、これよくYouTube で出してるんですけど、なんかこういうのあるとやっぱね作品の
レベルが上がったような感じに見えるんですよ。ほんとなんかね、これもそうだけどさ、こうやってさ、ちょっとなんだ脇タブが入るとなんかいいじゃないですか。これね、耳で作ることもできるんだけど、なんか同じ生地が全部ここガチャガチャするよりは、ちょっと素材の違うもの、革とかそういうのを足す方が全然ワンランクアップしてくるんで、なんか今回はあえてね何もしなかったんですよね。まあそんなところです。はい、そろそろ疲労の顔になってきそうなんで、そろそろ終わりにしようかな。はい、ピスネームですか。そうね、ピスネームですね。皮とか入ったらかっこいい。そうですよね。まあ本当皆様のアイデアで素敵に仕上げていただけたらと思います。まあそんなところで、だいぶね長くなりましたけれども、はい、ライブの方は終わりにしようかなって思います。なんかこうやってやるとなんか10歳ぐらい若くなったように見えるんだけど、こう戻すと現実、もう最悪もうね、夕方ね、もうみんな疲れてきてると思う。もうそろそろご飯も作る時間かと思いますので、はい、そろそろ終わりにしようと思います。どうもありがとうございました。なんか今度よかったらコメントどんどんくださいね、遠慮なく。手芸部のタグか、そっか、そうか、手芸部のタグっていう風にすればいいのか。わかりました。じゃあちょっと今夜あたりやってみようかな。そうします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ終わりにします。ありがとうございます。またね。手芸部よろしくお願いします。